焼き締め、土と炎が生み出す美。焼き締めにとって大切な要素、それは土、成形、焼成。焼き締めの土は各地で特徴がある。焼き締め産地の一つ、岡山県備前市。この地では日寄せと呼ばれる土を使う。田んぼの下数メートルに堆積した粒子が非常に細かい粘土だ。陶器用の土は菊練りと呼ばれる独特の揉み方で空気を抜き仕上げる。成形、ろくろ、型押し、手びねりに分けられる。茶碗や壺など遠心を出すものはろくろで、角物や不定形なものなどは石膏型に押し込んで成形する。手びねり、手先だけで練り上げることで味わいのある形を作り出す。福井県越前町。越前焼の地で今に伝わるねじ立てろくろ。ろくろの代わりに人の方が回転して成形していくことで効率よく大型の甕や壺を製作できる。その通りやればある程度みんな誰でもその形に作ることができる。ねじ立てを作る台は船っていうんですけども、船から離れたらいけないというふうに教わったんですね。で離れないためにはその足の動かし方っていうのも重要になってくるんですけども、基本通りにきちっと船の周りを回れば勝手に円になるっていうことなんですよ。そこが不思議なところで。越前焼の大甕、中を覗くとねじ立ての際粘土を伸ばすために押し付けた刀工の指の跡を見ることができる。焼成、現代ではガスや電気を使用して焼成することで大量にしかも均一に焼き上げることができる。それ以前は薪を使って焼成する登り窯が主流だった。階段式にいくつもの焼成室が並び、それぞれに薪をくべることができるので大量生産を可能にした。焼き締めの陶芸家の多くは今も薪を使って焼成している。これは登り窯より古い歴史を持つ穴窯。地面を掘り下げ耐火レンガでトンネル型の屋根を作る。かつて長さ50メートルにもなる大窯が存在した。備前焼の陶芸家で人間国宝の伊勢崎淳さん。作品を穴窯で焼いている。
配置一つに気が抜けない。置く場所によって温度や炎の当たり方が違うため、器ごとで違った表情に焼き上がるからだ。伊勢崎さん、藁を置き、粘土の板を乗せ、狙った表情を出そうとしている。もうこの段階でどういう色になって出てくる、どういう形のものが出てくるかいうのはもう全部分かってます。それはもう同じものはできないですね。まあ10割のうち2、3割ぐらいは自然が作るもんだから、そこまでは入っていけないことはあるんです。気をつける。窯の一番下に薪をくべ、火を入れる。3、4日かけ、徐々に1100度まで上げる。はい、いい調子にいきますように。神への言葉が思わず漏れる。松ヤニを多く含み、高温になる赤松の薪をくべる。1000度以上で長時間焼くことで土の成分が変化し、硬い焼き締めとなる。薪をくべると燃え尽きた灰が窯の中を舞い飛び降り積もり、さまざまな変化を器にもたらす。およそ1週間をかけて焼成する。火を消してさらに1週間。火前と呼ばれる入り口付近は大量の灰で器が埋まるほどになる。焼き締めは土に形を与え、工夫を加え、そして炎と熱の中に委ねられ生まれてきた。